決別です。火、使ったことありますか？これをパーツの中に入れると、火が出てきます。描写がリアルで、つけたり消したりが簡単にできるので便利です。しかし、パーツの上面が横を向いたりすると、火も傾いてしまうんです。ちょっとお見せします。玉を転がすと、炎が、不自然に傾きます。これをどうにかして、常に上に登っていく炎にしてみましょう。今回は2つの方法を紹介します。パーティクルエミッターを使い、代わりの炎を作る方法と、ファイヤーをそのまま使い、どうにかして向きを安定させる方法です。まず、パーティクルエミッターを使い炎を作る方法をやっていきます。火を出します。モデルタブのエフェクトの中にあります。ボンファイヤー。これを参考に、パーティクルエミッターで炎を作っていきます。モデルをコピペし、小さくします。片方のファイヤーを消し、中にパーティクルエミッターを入れます。これも、モデルタブのエフェクトの中にあります。おっと、パーツの中に入れそびれました。エクスプローラーのパーティクルエミッターをパーツの中に移動させれば大丈夫。出ましたね。これを調整して、炎にしていきます。テクスチャーの欄をクリック。URL のパーティクルズの部分を Fire に書き換えます。なんとそれだけで、炎のテクスチャに変わるんです。変わりました。スピードの値を0に変更。すると、パーティクルの動きがなくなります。炎っぽくするため、回転を加えてみます。とりあえず40くらいにしておきました。くるくるー。アクセレレーションの値を変更します。真ん中の値を1にします。上向きに登っていくようになりました。2つの玉を傾けてみます。左は玉の向きに依存していますが、右は向きに関係なく上に登っていきますね。アクセレレーションは、この世界のどの向きにパーティクルが飛んでいくかを決めるものです。真ん中の値を1にすれば、Y 軸のプラス方向に進むということになります。Y 軸にプラス、つまり上方向に飛んでいくということです。パーティクルの色を変えます。ファイヤーの色をコピペしました。すごい色ですね。ライトミッションの値を調整すれば色が明るくなるのでご安心ください。ファイヤーに似てきましたね。ライテンフルーンスを上げれば明るくなります。サイズを変更してみましょう。数値の欄をクリックして出る点々をクリックすると、このようなグラフが出ます。これで時間経過とともに大きさを変化させることができます。横軸は時間、縦軸はパーティクルの大きさを表しています。最初は大きく、終わりに行くにつれて小さくなるように設定してみます。こんな感じでしょうか？レートでパーティクルの量を変更。皆さんの好みに合わせて調整してくださいね。Z オフセットは、パーティクルの重なり順を決めるもののようです。マイナス2にしたところ、玉よりも後ろ側に表示されました。もっと値を低くするとこうなります。パーティクルを重ねるときに便利そう。あ、ひらめきました。手前に黄色い炎、奥にオレンジの炎を出すようにすれば、本物の炎に似せることができそうですね。パーティクルをコピペします。まずはパーティクルリミターをコピー。パーティクルを入れたいパーツを選択した状態で、シフトキーとコントロールキー、V キーを押しパーツの中にペースト。便利なコマンドなので覚えておきましょう。そして、色を黄色くしたり、サイズをちょっと小さめにし、Z オフセットをオレンジの炎より大きい数字にし、手前に出るようにします。こんな感じになりました。完全な再現は難しいですね。でも、それっぽい。2つの炎の設定はこんな感じです。
とにかく大切なのはスピードを0にし、アクセレレーションの真ん中の値を1にすることです。それだけすれば、必ず上向きに登っていくはずです。数値を調整しながら自分好みの炎にしてくださいね。ちょっと転がして上に登っていくか確認してみましょうか。ああ、すっ飛んでいっちゃいました。まあ、本命はこっちなのでね。うおー、転がっていってもう何もわかりません。なんて日だ。編集画面でも確認できるので、さっきの時間はいりませんでしたね。2つのモデルを傾けてみます。左は本物の炎、右は似せて作ったもの。左は傾きますが、右は傾きません。とりあえず完成。パーティクルを使う方法の説明はこれでおしまい。ファイヤーをそのまま使い、どうにかして上向きにする方法を探してみました。そして、あるフォーラムのスレッドにたどり着きました。スクリプトを使った方法が書かれていたのですが、よくわからず。ですがそこには、モデルにファイヤーを出すパーツをぶら下げることで常時上向きに火を出すことができる、というコメントもありました。このコメントを参考に作ってみます。まずはファイヤーを入れたパーツを作ります。これをぶら下げてもひっくり返らないような、安定する形にします。縦に細長くしましょうか。これで大丈夫なはず。で、これを急にぶら下げます。玉を持ち上げ、その下にファイヤーパーツを配置。ぶら下げるために使う道具を出します。モデルタブを選択。高速の三角を押します。その中の旋回軸をクリック。ファイヤーパーツの上面真ん中あたりをクリック。そのまま玉のてっぺんをクリック。それぞれのパーツの中にアタッチメントが作られ、2つのパーツをつなげることができました。ですが、このままではファイヤーパーツの位置が偏ってしまいます。玉のアタッチメントをパーツの中心に移動しましょう。全然中心じゃないですね。まあ、多少ずれてても問題ないので、ね。ファイヤーパーツを透明にし、カンコライドをオフにします。これでファイヤーパーツが球の中でブラブラするようになります。転がしてもよくわからないですね。それでも転がしたくなるのは私の差がなんでしょうね。見た感じ、炎の向きは安定していて常に上に登って見えます。玉と同じ方法でファイヤーパーツを入れた立方体を用意しました。角度を変えて、テストプレイしてみます。しっかり上向きになっていますね。物理的に解決できました。面白いですね。フォーラムでは様々なやり方が共有されているのでとても勉強になります。助かりました。動画を作る際に参考にしたページがある場合、概要欄に載せるようにしています。ぜひ確認してください。パーティクリーミターならテクスチャを自由に変えられ、様々な数値を変えカスタマイズできます。スクリプトで複製するときにも便利そうですね。ファイヤーをぶら下げる方法は準備が面倒ですが、リアルな炎を使うことができます。用途に合わせて使い分けられたらいい感じですね。この動画を作っている最中に、今まで知らなかった機能を発見しました。パーティクルエミッターの放射器の形状、という項目なんですけど、シャープスタイルをサーフェスにし、シェイプを変えると、三角形になりました。これを別の形に変えると、綺麗な丸に、魔法陣とか作れそうですね。ろうそくのような静かな炎にもなります。感動。パーティクルエミッター。奥深いですね。今回は常に上に登っていく火の作り方プラスアルファを紹介しました。誰かの役に立ったら嬉しいです。この動画はここまで。おしまい。